はいかがお過ごしでしょうか。今回は太宰府に行ってきましたので、その様子をお届けしたいと思います。1月のちょうど太宰府天満宮近くの九州国立博物館で埴輪展が始まる頃ですね。埴輪展、東京でご覧になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この映像は朝の9時過ぎくらいですね。今回は天満宮とそれに太宰府の歴史のこともちょっと学んだので、少しその辺もお話しできたらいいなと思っていますので、この回は、このように私がずっと喋っているという回になります。最初に、ちょっとだけ地理的なところを一緒に見たいと思います。もともとですね、大陸や半島と近いので、人や物の交流の拠点的な場所ですよね。遣唐使がここから出発したりしました。中世の外交の最前線だったわけですが、同時に最前線ということはですね、北東アジアが政治情勢が不安定になった時には守りの最前線にもなる、軍事拠点でもあったわけですね。太宰府の太宰府政庁の北側の大野城と、南にある紀伊城とその間を塞ぐ水木と言われる、大きな堤防ですね、大堤が築かれて守りの体制が敷かれていました。日本書紀につくしに大堤を築きて水を蓄えしむ、名付けて水木というと書かれています水木です。白鷺の絵の戦いの後、国の守りを負けてしまったので、国の守りを整えるために中野上の王子らの主導のもとに、国がなくなってしまった百済の軍事の専門家たちの手によって築かれた山城がいくつかあって、熊本にはそれを再現したお城がありますね。で、そんな重要な拠点に菅原道真が左遷というか、ほぼ島流しですよね。島流しにされて、この地で最後を迎えることになりました。今から向かう天満宮のまさにその場所に道真公が葬られている、そういった歴史のある場所です。年号的には白鷺の絵の戦いに負けた倭国の大敗北が起こったのが663年で、道真が左遷されてきたのが901年なので、戦いから238年ぐらい経って道真が来たと。で、その後もですね、この太宰府というところは、藤原住友の乱によって太宰府政庁が焼かれたり、明治維新のスターたちがこの地に集まったり、そういった歴史に、登場する場所です。はい、境内に入っていきます。で、入るとすぐに大きな灯籠があるんですが、このね、灯籠に彫られていたものがちょっと珍しくて見てました。これ何だと思いますか？これね、よく見たらバラだったんですよね。バラって天満宮とかだと梅とかじゃないですか。バラがこういったところにあるのがすごい珍しいなと思って、なんでかなと思ってたんですけど、道真公がバラの歌を読んでいるので、ひょっとしたらそういったゆかりがあるからかもしれないですね。
最初の太鼓橋を渡ります。この一つ目の橋を渡ったところに重要文化財の志賀社があります。この社は1458年に再建されたものですね。渡積の御柱の神が祀られています。海の神様ですね。このお社の前でですね、観光に来てる方だと思うんですけども、なんか社の形とかね、作りをですね、なんかこう身振り手振りでお連れの方にめちゃくちゃ詳しく説明されている方がいらっしゃって、私もその解説を聞きたかったんですけれども、中国語だったのでわからなかったですね。通り過ぎがちな場所なのでね、ちょっと注目してみてください。3つの太鼓橋を渡り終えて進んでいくと楼門が見えます。道真公のひ孫が初めて建てて、その後何度か焼失して、現在の楼門は大正時代のものだそうです。手水屋ですね。このね、水が張られているこの大きな岩は近くの宝満山という山があるんですけども、そこから切り出された一枚岩だそうです。梅のね、レリーフが可愛いですよね。楼門のレリーフ。はい、仮殿に着きました。屋根がね、森みたいになってるんですよね。本殿はこの後ろのシートに覆われているところで、令和5年から改修工事が行われています。このね、本殿の真下に、まさに真下に道真公が葬られています。こちらでは今でも朝夕の食事のお供えがされていて、道真公の直系のご子孫が神職として祭祀などをされているという、すごいね、歴史を感じる場所ですよね。この仮殿を見られるのは3年間の改修の間だけですので、貴重な機会です。かの有名な飛び梅です。本殿の向かって右側に植わっているんですけども、都から飛んできたという梅ですね。飛び梅は天満宮の梅の中でも一番最初に花をつけるそうなんですが、この時はまだ開花していませんでした。本殿向かって左なんですが、これは左なんですが、紅梅が植わっています。以前はこの辺りにウコンの立花の立花が植わっていたと思うのですが、今なかったと思います。行方をご存知の方がね、もしいらっしゃったら教えてください。本殿の裏手に回ります。ここには道真公のご両親、このお松社ですね、ご両親や道真公の師の先生、島田の忠臣が祀られていたり、ご子息、子供たちが祀られています。
こういったお社があるのも珍しいですよね。ここが本来は、墓所でもあるのだということを思い出させてくれます。そしてですね、太宰府天満宮には天満宮内に、美術館というかアートがいくつか配置されていて、場所はねいろんなところに点在しているっていう形なんですけど、それを探しています。この動画ではその一部の作品をご紹介します。ありました。はい、こちらにありました。こんな感じで広い境内の中に太宰府天満宮にインスピレーションを得た作品が点在しているわけですね。信仰について考えるという作品です。はい、先ほど通り過ぎた手水屋のところまで戻ってきました。この麒麟像はもともと2体あったんですが、第二次世界大戦の時に供出されて今は1体となっています。宝物殿の方へ少し歩きます。宝物殿では藤本壮介氏による仮殿の資料が特別展示されているところですね。これも期間限定です。そして次のアートは、はい、こちらにあるんですね。知らなければ見過ごしてしまいそうなところにあります。このよくあるプラスチックで見る椅子ですよね。実は意外な素材でできているんですが、ぜひ現地で確かめてみてください。このもみじにもね工夫がしてあるので、じっくりねご覧になってみてください。でこの宝物殿に向かって右側にはもう一つ太宰府という場所をよく表している石碑があるんですが、ちょっとマニアックな歴史になるのですが、こちら和魂関西碑ですね。和魂要塞という言葉を、ご存知の方も多いかなと思うんですが、その和魂要塞の元々の言葉っていうのはこの和魂関西から来ているんですよね。この石碑は幕末に薩摩藩士や天満宮参道にある薩摩藩の定宿松屋の主人らによって建てられたものです。道真公は漢詩という中国の詩ですよね。漢詩という異文化のものに和の心を取り入れて融合させて、模倣ではなくて独自の詩の世界っていうのを作り上げていった人なんですが、それは作詞だけじゃなくてね、道真の政治家としての仕事にも現れてるんですよね。政策にもこのマインドを持って大陸から輸入した律令国家の制度を日本の事情に合うように改革をしていったっていう人なんですね。和魂関西という言葉自体は道真公が言ったものではないんですけれども、後世の人が道真の思想を表したものと言われています。この和魂なんちゃらっていう言葉は、和の歴史の中でね、和のアイデンティティが日本の良さとか持ってるものってなんだろうとかってね、グラグラっとそういうのが揺さぶられるときにフィーチャーされる言葉ですね。和の心とか和の文化を持って別の文明、漢、中国だったり西洋、洋だったりっていう力を運用していきたいよねみたいな感じかなと思います。明治維新の激動の時代に幕末のスターたちがこの地に集ったっていうのも、そういったマインドがこの土地太宰府にあったからかもしれないですね。次行きましょう。これは和魂関西碑の近くに隠れていました。この後、平行宇宙メタバースという作品ですね。で、こちらは太鼓橋を渡る前、手前にある浮殿です。この中にもね、あるんですよね。こちら、いろいろ金属みたいなものが表面にくっついてました。これね、見えない力でくっついているんだそうですが、見えない力っていうと何だと思いますか？見えない力、目に見えない力。
磁力ですね。磁石。で、作品のタイトルは本当にキラキラするけれど何の意味もないものっていう作品ですね。面白いですよね。今回は天満宮に展示されている作品の中から4作品だけ紹介しました。ぜひね、探してみてください。境内の入り口に戻ってきました。太宰府天満宮のアートを巡りたい方は、この入り口の案内書でこういったものが配布されているので、これをね、見てね、回られるとよろしいかと思います。こんな感じで境内にね、アートが点在しているので、マップを見ながら楽しんでみてください。お付き合いいただきありがとうございました。お前が高価なイメージがある。